つるくんです。今まで鉄火マンブレードのフィギュアの方をいくつか紹介してきましたが、今回は303ですね。以前パトレーバーのフィギュアを紹介したことがあると思うんですが、そこのメーカーさんですね、303のロボ道として新しく鉄火マンブレードのフィギュアが発売されましたので、こちらの方をご紹介していきたいと思います。こちら表紙の蓋を開けると中のフィギュアが見れるようになっています。左側には変身用のクリスタルですね。それから右側にはペガスのお腹の中なのかな、少しそういったイラストが書いてあります。表紙の方は鉄火マンですね。それからサイドの方はランサーを持った鉄火マン。こちらは鉄火マンの顔のアップですかね。上はこんな感じ、同じく顔のアップですね。それから下はシルエットみたいなのが載ってますね。で裏がこんな感じです。ボルテッカーって書いてありますねでは早速開封の方してみたいと思います。それではオープン。意外とシンプルなブリスターで、特に二重になってるところはないみたいですね。それからマニュアルの方ですね。こちらがついています。マニュアルの方の裏には頭部のアンテナですかね。こちらの方が別パーツとして入っています。ではブリスターオープン。少し重さがありますね。一部金属が使われているような感じです。スマートな鉄火マンというよりは少し筋肉質な感じもしますね。ライオボット版ほどマッチョではないんですけど、それなりに迫力のある体型になってますね。裏はこんな感じ。基本的には素材はプラスチックのようですね。あとメタリックな塗装が一部されているようです。黄色い部分もほぼ塗装のようですね。ロボ道さんですから稼働の方が楽しみですね。後でそこら辺はじっくり見ていきたいと思います。付属品としてはランサーの方ですね。これがおそらくつなげることができると思うんですが、ランサーの方ですね。それから盾ですね。これは腰の部分と腕の部分に付け替えることができると思います。あとはここら辺は縦用のパーツなんですかね。少し袖っぽいパーツが入ってますね。あと脇のクリスタル部分かな。そういったパーツが別パーツで入ってますね。手首の方が何種類か入ってますね。ワイヤーの方ですね。ムチのようなやつが入っているのと、これはクリスタルですね。そんなものが入っています。だいたい開封の方は以上ですので、フィギュアの方を細かく見ていきたいと思います。それではこちらフィギュアの方を細かく見ていきたいと思います。一部この関節の部分、腕とかこの膝の部分とか足首の部分ですね。それからお腹の部分とかも、スチールが使用されているようです。結構重さとしてはそれなりに重量感を感じるものになっています。見たところ、ほぼ塗装がされているような仕様になっていると思います。特にこの黄色い部分は別パーツではなくほぼ塗装のようですね。裏面のスラスターの部分が金色のメタリック塗装がされていますね。それからこちらグリーンのメタリック塗装がされていて、結構細かく塗装がされていて、あと若干の墨入れがされているような感じですね。プロポーション的には少し太めというか筋肉質なプロポーションだと思います。特に顔の方ですね。かなり丸顔に見える印象がありますね。あと足の長さが極端に長くなくて、ちょうどいい長さに収まっているような気がしますね。
では可動の方を少し確認してみましょうか。頭の方なんですが、首が二重関節になってますので、根元で前後左右に動くのと、頭の付け根ですね、でも動くようになってます。結構可動範囲は大きめに取れています。上がこのぐらい上げることができて、下の方はこのぐらい下げることができます。下側には大きめに下がるんですが、上はそれほど上がらないといった感じですかね。それからもちろん、左右の方ですね。左右の方も動くんですが、襟の部分のパーツが少し引っかかるので、このぐらいが限界のようですね。肩のアーマーの方は、前後に回転をすることができるんですが、結構固めな動きになってます。肩の方が引き出しの機構がついていて、こんな形で引き出すことができます。後ろから見るとこんな感じで関節部が露出してくるような、機構なんですが、これによってかなり肩をですね、前に寄せることが可能になっています。それから肩の付け根の方、腕の方ですね。腕の方は根元から上げることができて、ほぼ水平に上げることができます。あとこちら肘の方なんですが、肘の方が一応二重関節にはなってるんですが、ちょっと面白いのが上腕の下ですね。ちょうど肘の部分に一つの関節があって曲げられるんですが、このぐらいまでしか曲がらなくて、もう一段階この部分ではなく、この前腕の中の部分に実は関節があって、前腕の中で曲げることができます。だからこことここ、ちょっと離れたところの二重関節みたいになってますね。ただ可動範囲に関しては、それほど可動しないかなっていう感じですね。腕の根元と前腕の付け根でひねることが可能になってます。手首の方も前後左右ですねに動かせるような形になっています。上半身の方なんですが、腰の部分で前後動、それから胸の部分でも前後動ができて、ひねりもできるという感じになってますね。硬いのか何なのか、ちょっと左右への傾きができないのかもしれませんね。前と後ろと、かなり可動範囲が広めに作ってあります。それから腰の部分ですね。足の付け根が回転してかなり上まで上げることが可能になってます。腰のアーマーの方なんですが、この両サイドのアーマーの部分ですね、これが実は上下動するようになってます。足を開いた時にアーマーの部分が上に上がりますので、開脚の範囲が上がるという風になってます。ただし実際にはこの程度の開脚範囲なんですけどね。それから足の根元にこの部分ですね、回転軸があってひねることができます。また膝の部分は、二重関節になってますので、よく見ると分かるんですが、膝のアーマーが膝の可動に連動して動くようになってます。ここは二重関節になっていてすごくよく動く部分ですね。ほぼ背中にくっつくぐらい曲げることが可能になっています。足首の前後動は前がこんな感じ、後ろがこんな感じで、結構可動範囲が広くなっています。左右への可動も可能になっています。また足首自体は二重関節になってるんですが、このつま先の方を左右に振ることができるので、接地性の方がかなり上がっています。ただしこの根元のこのひねりがですね、
かなり硬くて非常に曲げづらいというのがあります。一応マニュアルを見るとひねれるようには書いてあるので、ちょっと慎重にですねひねっていただけると、設置性がかなり上がるという風になってますので、ぜひ試してみてください。それからギミックとしてこの脇のクリスタルですね、こちらの方の交換ができるようになっています。こんな形で外すことができます。展開形状のクリスタルを脇の下にはめることができます。こっちが閉じた状態で、こっちが展開した状態のクリスタルっていう感じになりますね。それからアーマーの方ですね。アーマーについてはこの腰のパーツを外して設置することになります。この腰のパーツを外して、この腰の部分につけるパーツですね、これをここにはめます。こんな感じですね。でこちらのアーマーの方穴開いてますんで、この突起の部分に差し込むという感じですね。根元がボールジョイントになってますんで、アーマー自体は上下左右に動かすことができます。またアーマーに関しては手首の方にもつけることが可能になってます。手首の裏のパーツをこのように外すことができますので、ここを一度外していただいて、こういったジョイントのあるパーツに差し替えることによって、このような感じで手首にアーマーを設置することが可能になっています。でこの手首のアーマーの設置部分なんですが、実は2種類ついてまして、この手首のパーツを差し替えることによってアーマーの角度を変えることが可能になっています。ただこちらのジョイントの方、結構華奢な作りになってますんで、先にアーマーにこのジョイントパーツをつけておいてから手首に設置した方が安心ですかね。こんな形で先ほど裏側だったアーマーを上側につけるという形が再現できます。ちょうど腕を下ろした時にアーマーが横側に来るという感じになってますね。これなかなか気が利いていていいですよね。あと手首の方も何種類か用意されていまして、開き手が1つ2つですね。これはおそらく突き手を再現しているような手首ですかね。平手が2種類ついてます。それからもう1種類、こんな感じのクリスタルが付属されているんですが、クリスタルを持たせることができるような手首というのも1種類ついています。あとこちらのアーマーの方ですね。アーマーの方にはこのテックワイヤーの方ですね、こちらの方を取り付けることが可能になっています。ちょうどこのアーマーの緑の部分に穴が開いていますので、そこにこのワイヤーの先を差し込むようなイメージですね。ワイヤーの方は針金でできていますので、好きな形状に曲げることが可能になっています。手首の方もランサーが持てるような手首が付属されています。またランサー2つに分かれているんですが、こういった接続用のパーツがあって、これをこの穴に差し込むことによってランサーを一本化することが可能になっています。このフィギュアの最大の特徴としては電飾というのがあります。今まで紹介してきたテッカマンのフィギュアの中でも電飾されていたキットって結構あったんですが、こちらのロボドーさんのフィギュアの方も、ボルテッカの部分ですね、それから頭部の部分、目と額の部分の発光が再現されています。電飾にはボタン電池が必要になってくるんですが、キットの方には付属されていませんので、別途用意する必要が出てきます。こういった形でボタン電池の方を新たに買っておく必要があります。マニュアルの方には AG1×2 というふうに歌ってますね。それが3箇所あるんで AG1 のボタン電池が6個必要になってきます。あまり AG1 って日本じゃ聞かないと思うんですが、ネットショップの検索で AG1 のボタン電池ということで検索すれば出てくると思います。
肩のボルテッカの発光については、こちらの赤い部分のアーマーを一度外す必要があります。中の方にも電池蓋がありますので、ドライバー等でネジを回して外す必要があります。頭部の方の電飾なんですが、こちらの頭部の赤い部分をですね、外します。そうするとここにも蓋が出てきますので、この中にボタン電池を2つ入れるという形になります。それではいよいよ電飾の方つけていきますよ。こちら電飾のスイッチなんですが、ボルテッカに関してはこのボルテッカの発光部分ですね、これがトグルのスイッチになってますんで、押すとついて押すと消えるというようなトグルのスイッチになってます。反対側も一緒ですね。この頭部の発光についてはこの額の黄色い部分ですね、ここをちょっと強めに押してやります。こんな風に発光しますので、少し力を入れる必要があるんですが、押せば光って押せば消えるというトグルスイッチにこちらの方もなっています。肩のボルテッカを押して額を押すと、こんな感じですね。やっぱり電飾いいですよね。雰囲気が出てて、このフィギュアの大きな特徴の一つとなっています。かっこいいボルテッカーって感じですね。ロボドーさんっていうと少し変わったアレンジをする場合もあるんですけど、今回はアレンジ自体が少なめになっていて、非常にストレートに鉄火マンブレードを表現しているというフィギュアになっていると思います。またこのフィギュアにはスタンドが付属していないんですが、ここのパーツを外すことによって他のロボドーンのスタンドですね、そういったものに接続することが可能になっています。今回の鉄火マンブレードのフィギュアはプロポーション的にもバランスの取れたものになっていると思いますので、手に入れられるような機会があったらですね、一度手に持って、遊んでみていただけたらと思います。鉄火マン関係のフィギュアがこういった形でいろんな種類出てくるのはとっても嬉しいことですよね。今後も鉄火マン関係のフィギュアって出てくると思いますので、またご紹介できたらと思っています。では次の動画でお会いしましょう。